とめどなく変化する海の光。虹色のきらめきを帯に閉じ込めて、螺鈿織です。丹後半島の北西にある台座、最高級のズワイガニ、台座ガニで知られています。また古来織物が盛んで、丹後ちりめんの産地でもあります。1970年代に創業したタミヤ螺鈿。螺鈿といえば蒔絵の技法が一般的ですが、この工房では生地に織り込む螺鈿織を開発。織物の一ジャンルとして定着しています。父が開発したんですけれども、正倉院でその螺鈿の宝物、それを見て、海近いんで織物と貝殻をこうくっつける形にするっていうのを思い立ってっていうことなんですけども。二代当主田宮清次さん。大阪の大学を卒業後、京都市内の呉服問屋で修行した後、家業を継ぎました。丹後ってシルクを1300年以上織り続けてる場所なんですね。で今はちりめん、大半のお着物の生地がこの丹後で織られてるっていう土台があって、歴史的背景があって、父が西陣の仕事をやってたと。でそれが揃わないとやっぱり生まれなかったものなので。螺鈿織は夜光貝や黒蝶貝、アワビなどおよそ6種類の光沢の異なる貝を使います。貝殻を裏表から研磨し、真珠層を削り出します。一つの貝から取れるのはせいぜい2枚だそうです。図案の下に貝を敷き、絵柄に沿って切り出します。図案を熱転写した和紙に貼っていきます。金の縁取りの内側に置きます。もともと割れるもんなんで、これも削ったすぐの、これはアワビですけどすぐに割れちゃうんで、これを割れなく加工します。で加工したものがちょっと貝は違いますけど、こういう形、これ割れても飛ばない形になってるんですね。でここがまず味噌なんですけども、でこれを貼る時に気をつけることとすると、貝って光る方向が決まってて、一定の角度しか光らないんですね。これを何も考えずに貼っちゃうと、片っぽから見たらもう全く全部光らない、あるいは不自然なところが一箇所だけ光っちゃうとか、そういうことがあるので、ある程度角度を変えながら、どこから見ても自然な光るところと光らないところが見える形を気をつけながら貼っていくっていうところなんですけども。出来上がった原紙は1ミリ以下のそば状に裁断。いわゆる引き箔で、これが帯の横糸になります。螺鈿織は2種類あります。先ほどの針絵タイプと、横糸全体を貝で覆うジャカードタイプ。
柄はジャカード織機で織り出します。タミヤラ連では糸作りと帯に仕上げる製織を行っています。極細に裁断された横糸を一本一本丁寧に通します。裏側から折ります。職人は帯の下に仕込んだ鏡を見て模様を確認。一本の帯に使う貝は100枚を超えることも。丹後の冬の海をイメージした帯。これは耳貝と黒蝶貝で白黒コントラストをつけました。古代からいろんな大事なところの装飾に使われてきてるものであって、やっぱり引きつけるものがあるってことですよね。宝物にも使われるような他にない特別な光をする、ものであるわけで、特に帯にすると身につけて動くので、置いてるものよりもう一つその光の変化が味わっていただけるようなことがあって。創業からおよそ半世紀、地道に積み重ねてきた螺鈿織の技術を世界は見逃しませんでした。タミヤ螺鈿では引箔の一種、焼箔も手がけています。硫黄の粉を熱で溶かし、銀箔に押し当てます。銀が硫化すると変色する性質を利用した伝統技法です。螺鈿織をはじめ、繊細で優美な織物を和装だけに留めておくのはもったいない。タミヤさんは2006年から海外の展示会に参加。やがて世界最大のテキスタイル見本市で特設ブースへの出展を依頼されました。さらに海外のハイブランドからも次々と引き合いが。見たことないものですし、特に海外の方、日本でも着物お詳しい方じゃないと知らないんですけど、相当面白がっていただけるんですね。すごく魅力を感じていただける。持っていったすぐからすごく評価が高かったんですけど、例えば幅が狭かったりで、幅も帯の幅30数センチから1メーターのものが織れるように織り機を改造してとか、そういうこともやりながら、世界の中で日本のオリジナルの技術として、例えばバッグとか他の国の方も使ってもらえる形でそれが一つの価値になってみたいなことができたらっていうのをすごくこの仕事を継ぐようになってから強く思うようになりまして。レザーの箔を織り込んだ財布。世界のトレンドを見据え、様々な素材を取り入れています。海のきらめきを
織物に。潜った時に水面見上げると光がこう揺らいで見えるんですね。その感じもすごく貝殻は持ってて、海で見る光を全部凝縮して固めたような、そのイメージを何かしらのものにして皆さんに使ってもらうっていうのはすごくなんか楽しい。丹後の風土が育んだ螺鈿織。千変万化する貝の光沢は、帯からラグジュアリーファッションまで、海を越えて愛されているのです。